hello everyone, good evening. Hello, this is Sora. Sora Senpai Club is starting now. This show airs every Sunday from 10 p.m. JST with lots of interesting guests, Japanese entertainers like voice actors and singers. And today we have the same guest as last week. And let's call him in. Senpai number 19. Wow, number 19. Okay, 早見翔さんです。はい、どうも皆さん、こんにちは。早見翔です。まあこれでもね3部なのよ。イコールこれが最後かな。あ、最後なの。あら、まあそうですか。じゃあそろそろ毒を出した方がいいですか。あれ、ちょっとそれってもしかしてなんかビシバシ来られちゃう敵かな。で今日はだってそういう回ですよね。そうでしたね。声がちっちゃい。はい、そうですね。最初に俺はできると言って鷹をくくっていたのは大変だこれは。ということでこの第3部はですね、まあこの番組にたくさんいろんな先輩に来てもらっているから、俺はその先輩方とちょっと遊びながらちょっとその先輩のお仕事っていうものに触れてみてちょっと学べたらなと思っている、企んでいる部ではございます。そして第3部の企画はこちら、先輩レッスン。まあこの先輩レッスン今回はね、ショーポンはさ、声優、役者として、音楽活動もしてらっしゃるけれども、とにかく長いキャリアを持っているじゃないですか。いわばこの番組にこんなに長い演技のキャリアを持ってきた人って出たことがない、今後もあるかないかわからないみたいなところで、じゃあ次僕よりもキャリアのある先輩を声掛けして来てもらいましょうか。耐えられるかな俺それ。井上和彦さんどうですかね。耐えられるかな。これ前日にばっくりちゃうんじゃないから無理だっつって。いやでもピシッとしていきたいと思いますので、ぜひショーポンをピシッとお願いします。はい。はい。ということでこの先輩レッスンだから、ちょっと演技を交えて俺は演技についてちょっと学んでいきたいなと思っています。で今回の企画に関してはセリフに関するレッスンを持ってきました。ルールとしてはそこまで難しくはないんだけれども、今その台本の方にシチュエーションとキャラとセリフ、この3項目があると思うんですね。例えばシチュエーションだったらクレームの電話をかけてキャラクターはヤンキー、そしてセリフがぶっ飛ばすぞ。それぞれ全部で5つかな、あると思うんだけれども、ここからショーポンにはこのキーワードそれぞれ1つずつチョイスしてもらって、俺がそれを演じてみます。そう頑張るよ。だからそれに対して、先輩としてショーポンにはですね、いろいろ教えていただきたいなと、ビシバシとやっていただきたいなと思っているわけでございます。なるほどですね。ちょっとだけお手柔らかにお願いします。お願いします。お手柔らかに。10の力で刺すところを7か8ぐらいでやってくれるとありがたいなと。そこまでやっていいんですか。もちろん。いや逆にさ、それぐらいやらないと成長しないからねきっと。なので、そこでね、一体このショーポンが演じるときにどういうところを気にかけているのかとか、俺がやった後に、ここはこういう時はこういう風に演じた方がいいんだよっていう、声優としてのその演技のコツだったりとか、ちょっとでも伝えられたなと思っている次第でございます。先生やってみます。じゃあやってみましょうか。じゃあまずシチュエーションを選びますね。タイプの異性を見つけて、キャラはヤンキー、セリフは消え失せるがよい。ショーポンこれまだ第1問目だよね。一番難しいの飛び込んできたね。これ難しいな。ハードル高いよ。多分心に本当は思ってることと違う言葉が思わず出てきてしまうということですよね。そういうことです。ちょっと降りてこいヤンキー。自分に下ろして、はいやります。消え失せるがいい。どうでした。今は照れですか。そうね、演技の基本は照れた。なんか、タイプの異性を見つけて、難しいこれ。ちなみにさ、はいはい、どんなタイプがなの？今
今考えたのは。ヤンキーだからなんていうのかな、そんなに周りにこう女の子が寄りついてくるわけじゃないかなと思ってるけど、例えばその幼なじみだったりとか、そのヤンキーを昔から知っている、人がいて、実はこっそりそのヤンキーはその子に恋をしていた、だけどもなんていうか恥ずかしいからもうそういう年齢になっちゃって話しかけてほしくないんだけれども、話しかけられて、例えば軽くなんか〇〇のこと好きだよって言われちゃった時に恥ずかしくて消え寄せればいいって。そのさ、ヤンキー君は名前なんていうの？マスオ君。マスオ君か。何歳？17歳。身長は？172センチ。おお、なるほど。カバンはぺったんこ？カバンはね持ってない。持ってない。なんだろう、ここにウォレットチェーンとかつけてる。じゃらじゃらと。学校帰りじゃないんだ。学校には行ってるんだけれども、授業にはしっかり参加してないから、そもそも教科書とか持っていない。そう。電車通勤？通学？いや違う。歩きなんだ。そう。歩きのヤンキーなんだ。歩きのヤンキー。ダボっとした感じので。そうか。でもそれは全部今後付けです。そうでしょ。これできれば先に考えておいてほしいんですよ。なるほど。それで彼女がどのぐらいの、例えば物理的距離どこにいて、で周りがどういうシチュエーションで、どこにいるかってことも考えてほしい。屋外なのか、それをちょっと考えるだけで、もう驚くほど簡単に言葉って出てくるんですよ。あ、そう。でもそれを結構でも考えるのに時間かかりませんかね、先生。まずでも習慣づけですね。こういうものが降りてきたときに、文字をインプットしたときに、自分の頭の中で、その映画のワンシーンのように映像を作るんですよ。なるほどね。それを踏まえてもう一回やってみましょうか。スパルタですね。なるほどね。はい。ちょっとじゃあそのシチュエーションを浮かべて。はい。消えろよ。いい。よかったですか。全然違う。最初より良かったですか。最初より全然いいと思います。よかった。やっぱり裏付けがあって、でそう思って自分が発するってことは、いいと思います。なるほどね。ここまで考えなきゃいけないのはすごい瞬発力がいりますね、これは。じゃあちなみに、今のやつをショーポンがやったらどうなるのか。なるほど。はい。そしたらじゃあ息の根を止める一撃を放ちお姉キャラがいらっしゃいませ。なるほど。はい。ちょっと俺も意地悪をしてみたよ、これは。はあ！地獄へようこそいらっしゃいませ。すごい。そう。どうしよう、俺この番組これ以上続けられないよ、こんなの見ちゃったら。ちなみにこのショーポン、瞬発力大事かなって思うんだけど、すぐこの想像するっていう、これをするために何かやった方がいいことっていうのはあるの？本を死ぬほど読むこととか。これね、漫画もいいんですけれど、漫画ってやっぱりちゃんと表現してくれてるじゃないですか。確かにキャラクターのね、顔だったりとか、文字だけで、想像すること。そっか、その文字の情報だけで自分の頭の中でその情景とかを思い浮かべる、この発想力っていうのを、そうですね。なるほど、もう常につけていくっていうことなんですね。じゃあそれを踏まえていきましょう。踏まえて、はいはい。俺はあんまり本を読んでないんですけどね、漫画ばっかりだからなんでございましょう。シチュエーションは、クレームの電話をかけて、キャラは、悪の親玉。これは、これいけるよね。ここまではね。セリフ、君かわいいね。さ、普通1問目とかはさ、結構簡単なさ、ちょっとじゃあサンプルでいこうみたいな感じだけど、1回目から難しいの来て、2問目もすごいの来て、クレームの電話をかけて悪の親玉が、君かわいいね。はい。トゥルルルルン。はい、サイバード本社です。君かわいいね。ありがとうございます。どういたします。クレームで電話してんだけどよ。どういったご用件でしょうか。俺がこの前買ったチョコレート、賞味期限が切れてんだよ。弊社チョコレート作っておりませんが。いや、作ってるだろ、お前んとこで買ったんだからよ。いや、
ソラス様はちょっとクレームの電話昨日もおかけになりましたね。かけてるよ。ブラックリストに載ってますね。なんでか教えてやろうか。はい。俺はクレームを言いたいんだが、お前なかなか俺のタイプの可愛い声をしてるからよ。ありがとうございます。可愛いじゃねえか。ありがとうござういます。まく言えねえんだよクレームが。この野郎、声で得しやがって。あ、ソラ様もなかなか素敵なお声をしてらっしゃると思いますありがとう。もしよろしければ次弊社が作るアプリの声を担当していただけませんか。お前ふざけたこと言ってんじゃねえよ。嬉しくなんかねえぞこの野郎。いいいろいろ外れてきたしヤンキー感があったけれども悪の親玉ではなかったかなってちょっと思った。悪の親玉ではなかったね。ヤンキーだったね、うん、でも今いきなりどんどん続きを振られてアドリブをぶっ込まれたので、正直焦りました、でもその分ね、なんかこう考えてこうしようというよりも反射神経でやった方がセリフが生きてる場合があるんですよね。だから自分の頭でこう想定した相手のセリフというのが、じゃあここから出てくるなって大体ほら角度とか、なんかこう強さとか、想定して喋るじゃないですか、ところが全然違うところからセリフが出てくる場合がある。そういう解釈だったのか。なるほど。っていうのはやっぱりその40年間続けてきても10人十色の考え方とかがあるから、常に新鮮なその演技だったりとかっていうのに触れていられるってこと。そうですね。なるほどね、だから今本当にこのセッションっていうのを一緒にやって、なんか俺的には、これをたくさんやっていくと学べるのかなっていうだと思います気がしました。なるほどね、ありがとうございます。ありがとうございました。本当にこういう感じであれだね、瞬発力も大事だし、やっぱり想像力が大事ということを改めて、学びました、俺ちょっと漫画ばっかり読む癖があるんだけど、本をしっかり読むっていうことも実践してみたいなと思います、そしていつかまたこのようなすごい大ベテランの方、もしくはショーポンがまたやってきた時には素晴らしく飛躍できてる俺の演技。これだからもっと長いセリフにしようよ今度。もっと長いやつ、朗読ぐらいのやつ。朗読でもいいし。本当、わかりました。ちょっといいアイデアをもらったから、そういうのを組み込んでいこうかな。ありがとうございます。それではこの先輩レッスンはここで以上。そしてこの後俺から2つお願いがあります。1つ目はそこのガチャ、ダイニングで使ったやつにサインを残して書いていってください。はい、書きました。ありがとうございます。そしてもう1個のお願い、この番組、本当に世界中のたくさんの人が見てくれていて、ショーポンっていうのは、いろんなお仕事の中でもなんていうのかな、こう夢のようなお仕事をしている人だと思うのよ。なかなかこう簡単にはなれる職業ではないし、続けることも難しい、本当に夢のようなお仕事の第一線で本当に長く活躍してきてくれた人、そんな人からぜひね、夢を追うっていう人は世界中にたくさんいるので、そういった方々にこう元気になってもらえるようなメッセージをお願いします。夢を見続けようとかっていう人がいるんですけれども、これバランスの問題だと僕は思ってます。現実の自分とそれから夢との距離、さらにどうしたらその夢に近づくのかっていうことを冷静に考えながら、もう冷静と情熱の狭間で、情熱を持ちながらもちろんやってほしいんですけれども、冷静に判断する気持ちも常に持ちつつ、バランスよく夢に向かって進んでほしいなと思っています。一つの夢を諦めたからといってあなたの価値が下がることは決してないので、まず自分というものを大事に好きに思いながら、いろんな夢を追いかけるのはいいと思います。ありがとうございます。俺もそれを胸に刻んで、この番組や俺自身の活動を頑張っていきたいなと思います。ということでね、ぜひまた来てください。わかりました。ショーポンすごく好きになってしまいましたということで、じゃあソラリス先輩クラブ with ショー早見は以上となるので、今日は Thank you bye bye という風に一緒に言って終わりたいと思います。それでは言いますよ、せーの Thank you bye bye 早見翔さんでした。ありがとうございました。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。